こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。今日は少し不思議な話をします。タイトルは安心って買えるんですよです。このタイトルを見ると保険の話かな、投資の話かなと思われるかもしれません。でも今日はそういう話ではありません。実は僕この数年間ずっとあるものを買い続けてきました。それは高級車でもありません。ブランド品でもありません。大きな家でもありません。それは安心です。しかもその安心は思っているよりずっと安く買えました。今日はその話をしたいと思います。一つ目、安心はお金の量で決まると思っていました。昔の僕はもっと稼げば安心できる、そう思っていました。あと5万円、あと10万円、あと100万円、そこまでいけば不安はなくなる。そんな風に考えていました。でも不思議なんですよね。少し収入が増えても、今度は別の不安が出てきます。もっと稼いでいる人が見える。もっと欲しいものが増える。生活も少しずつ大きくなる。結局、安心はなかなかやってきませんでした。だからある日思ったんです。あれ、お金を増やすことと安心って別なんじゃないか。そこから僕は安心を買う方法を考えるようになりました。二つ目、物を減らすと安心が買える。例えば部屋です。物が多かった頃は探し物が多かった。片付けも面倒でした。あれ、どこだっけ？毎日のように言っていました。でも、物を減らしてからその時間がほとんどなくなりました。掃除もすぐ終わる。探し物もしない。部屋を見るだけで少しほっとする。これってお金を節約したというより安心を買ったんだと思うんです。もちろん何も持たない生活をしたいわけではありません。でも自分が管理できる量にすると毎日が少し静かになります。安心って何かを増やして手に入ることもありますが、減らすことで手に入ることもあるんですよね。三つ目、生活を小さくすると安心が買える。僕は生活費11万円くらいで暮らしています。すると、節約が好きなんですね。と言われることがあります。でも、実は少し違います。僕は支出だけを減らしたかったわけではありません。不安を減らしたかった。その結果、この生活になりました。生活が大きいと、毎月たくさんのお金が必要になります。そうすると、仕事が少しうまくいかないだけで焦ります。でも、このくらいの生活なら大丈夫と思えるサイズまで暮らしを小さくすると、必要なお金も小さくなります。すると、少し仕事が落ち着いた月でも、大丈夫だなと思える。つまり、生活を小さくしたことで、毎月安心を買っているんです。4つ目、健康も安心を買っている。僕は散歩をしたり、しっかり寝たり、夜はできるだけ自炊をしたりしています。健康のためといえばその通りなんですが、実はもう一つ理由があります。安心なんです。疲れ切ってしまうと、何も考えられなくなります。仕事も進まない。人にも優しくできない。買い物も適当になる。だから僕は元気なうちに休みます。疲れる前に寝ます。散歩もします。これは健康への投資というより、未来の安心を先に買っている。そんな感覚なんです。5つ目、暇も安心を買っている。これは僕がかなり大切にしていることです。暇な時間。多くの人は、暇イコール無駄と思うかもしれません。でも僕は逆です。暇って未来の安心を作る時間なんですよね。
実は僕の仕事のアイデアはほとんど暇な時間から生まれています。散歩しているとき、コーヒーを飲んでいるとき、ぼーっとしている午後、そんな時間に、これやってみようかな、と思いつくことが多いんです。逆に、予定がぎっしり詰まっている日は、目の前のことをこなすだけで終わります。だから僕は、予定を全部埋めません。何もしない時間を残します。一見すると、何も生み出していないように見えるかもしれません。でも実は、その余白が、次の仕事や、次の挑戦や、次のアイデアにつながっています。つまり暇も、未来の安心を少しずつ買っている時間なんです。6つ目、人間関係も安心を変える。安心というとお金の話ばかりになりがちですが、実は人間関係も同じだと思っています。昔の僕は嫌われたくないという気持ちが強くて、無理をすることがよくありました。気が乗らない飲み会、断れないお願い、疲れていても合わせる。でもその積み重ねって少しずつ心を削っていくんですよね。だから今は自分が安心していられる人との時間を大切にしています。もちろん単に人付き合いを減らそうという話ではありません。この人といると自然体でいられる。そんな関係を少しずつ増やしていく。逆に無理をし続ける関係からは少し距離を置く。そうすると不思議なくらい毎日が穏やかになります。人間関係も安心を買うという感覚なのかもしれません。7つ目、働き方も安心を変える。昨日の動画でもお話ししましたが、僕は仕事を一つにしていません。Kindle を書いたり、YouTube で話したり、ノートを書いたり、時々 Uber Eats をしたり、これを話すと収入源を増やしているんですね、と言われることがあります。でも僕の中では少し違います。増やしたかったのは安心できる場所です。もし YouTube が静かな日があっても、Kindle を読んでくださる方がいるかもしれません。Kindle が静かな日でも、ノートを読んでくださる方がいるかもしれません。全部を一つに預けない。それだけで心は随分楽になります。お金を増やすことよりも、安心できる選択肢を増やす。これも僕にとっては大きな買い物でした。8つ目、買わないという選択も安心を買っている。僕は物を買う前によく考えます。本当に必要かな？もちろん欲しいものを買うことはあります。でも昔よりずっと慎重になりました。なぜかというと、物って買った瞬間だけじゃなく、その後も管理が必要だからです。片付ける、掃除する、壊れたら直す、手放す。一つ買うたびに少しだけ未来の自分の仕事が増えます。だから最近は、これを買うと安心かなという視点で考えるようになりました。部屋がすっきりする、生活が楽になる、長く使える。そんなものなら買います。逆に一瞬だけ欲しいものは意外と買わなくても困りません。買わないことで未来の安心を守っている。そんな感覚があります。9つ目、一番高かった買い物。ここまでいろんな安心の話をしてきました。でも振り返ると、僕が人生で一番高い買い物をしたのは、家でもありません。車でもありません。パソコンでもありません。安心です。生活を小さくしたこと、物を減らしたこと、健康を大切にしたこと、働き方を分けたこと、暇な時間を残したこと、全部安心を買うためでした。そして不思議なことに、安心を買うようになってからお金を使う量は減りました。安心があると、焦って買わなくなる、見栄で買わなくなる、ストレスで買わなくなる。だから結果としてお金も残るようになりました。10個目、安心は設計できる。最後に一番伝えたいことです。昔の僕は、安心っていつか誰かがくれるものだと思っていました。もっと収入が増えたら、もっと貯金ができたら、もっと立派になったら、その時安心できる。そう思っていました。
でも今は違います。安心って待つものじゃなくて、毎日の暮らしの中で作るものなんですよね。生活のサイズを決める。疲れる前に休む。余白を残す。人間関係を整える。仕事を一つに預けない。全部小さなことです。でも、その小さな積み重ねが、大丈夫という気持ちを少しずつ育ててくれます。だから今日のタイトル、安心って変えるんですよ。という言葉は意外と本当なんです。ブランド品のように一日で買えるものではありません。でも今日の選択、明日の暮らし、来週の働き方、その一つ一つで少しずつ買っていくことはできます。そして僕はその買い物が人生で一番価値があったと思っています。お金はもちろん大切です。でもお金そのものを追いかけるより、安心して眠れる夜を増やすこと、安心して朝を迎えられる毎日を作ること、その方がずっと豊かな暮らしにつながるんじゃないかなと思っています。今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。